この講義では敵キャラクターのアニメーションを作り込んでいきましょう。アニメーションを作り込んでいくにあたって、アニメーションブループリントという仕組みを使うことにします。では、コンテンツブラウザーでメッシュフォルダーを開いて、その中のエネミーフォルダを開き、クオン、エネミークオンのスケルタルメッシュ、これを右クリックします。その中で、クリエイト、作成の欄の中にあるアニムブループリント、これを選択してアニメーションブループリントを作成します。名前を決めましょう。名前をアニム BP クオンとしておきます。では保存してアニム BP クオンを開いてみましょう。今開いているタブアニムグラフではこちらのアウトプットポーズにアニメーションを渡すことでアニメーションを再生することができます。例えば、右下のアセットブラウザー。このタブを開くと、アニメーションの一覧が取得できますので、ここからドラッグドロップして、そこからこのようにピンを伸ばし、コンパイルすると、適用したアニメーションが再生されます。このグラフ上で様々な条件分岐などを加えて、どのアニメーションを再生するかというようなことが設定できます。隣のタブのイベントグラフでは、ブループリントを使ってアニメグラフで条件分岐に使う変数の処理などをすることができます。では早速この敵キャラクターの見た目にアニメーションを組み込んでいきましょう。アニメグラフに戻って先ほど置いたアニメーションは削除しておきます。そして右クリックをしてサーチ欄にステートマシーンと入力し、こちらのステートマシーンというノードを配置します。名前を決めますので、ここではステートマシーンで良いでしょう。そしたらステートマシーンのピンをアウトプットポーズへ接続しておきます。では一旦コンパイル、保存して、こちらのステートマシーン、これをダブルクリックして、このステートマシーンを開きましょう。ステートマシーンでは変数などに基づいてアニメーションの状態を遷移させることができます。では、アニメーション、右下のアセットブラウザーの中からアニムデフォルト、これをドラッグドロップして名前を入力しますので、ここでは Stay としておきます。これをエントリーノードからピンを伸ばして、この Stay のノードの外縁部分ですね。こちらでドラッグドロップすると、ピンを接続することができます。今設定したアニムデフォルトのアニメーションアセットは、敵が移動せずに立ち止まっている時に再生するように設定しておきます。では続いて敵が歩いている時のアニメーションを配置していきましょう。アセットブラウザーの中からアニムウォーク、これをドラッグドロップして配置し、名前をウォークとしておきます。ではこのアニメーションのデフォルト、ステイの状態から歩いているアニメーション、
へ遷移していくための条件を作っていきましょう。左の変数、ここのプラスボタンで新しい変数を作成します。名前を Moving としておきます。Moving 変数は敵キャラクターが移動している間に True に設定することにしていきます。では先に条件分岐だけ作ってしまいましょう。この Stay の外縁部分からピンを伸ばして Walk に接続します。その間に相互に矢印が走っているこのマーク。これをダブルクリックすると、このリザルトノードにブーリアン値を渡すことで、アニメーションを遷移するための条件を作成することができます。ここに true を渡すと、こちらの条件が true になって、walk のアニメーションに遷移するような設定になります。ここに moving 変数、これを get で取得し、リザルトにそのままつなげておきましょう。上の矢印になっているこの階層の表示でステートマシーンがありますので、ここでいつでもステートマシーンの画面に戻れます。では、stay から walk への遷移の条件を作ることができたので、今度は反対に walk の状態から stay の状態への遷移も作りましょう。walk からピンを今度は逆方向に接続し、こちらについてもダブルクリックで条件作成を開きます。Moving 変数を Get で配置してピンを伸ばし、エクスクラメーションマークを入力して、Not Boolean こちらのノードを配置します。その結果をリザルトにつなげましょう。これで敵キャラクターが立ち止まっているときに結果として True が渡されることになります。これで敵が移動している場合と立ち止まっている場合で、それぞれデフォルトのアニメーションとウォークのアニメーションを遷移させるような設定にすることができました。では、このウォークのノードをダブルクリックして中身を開きます。すると、こちらのノードがアニメーションアセットの参照ノードになります。このアニメーションのノードを選択した状態で、詳細タブ、ここを除いて、この中のセッティングのループアニメーション、これにチェックを入れておきましょう。これでアニメーションがループ再生されるようになります。では、ステートマシーンに戻って、コンパイル、保存しておきましょう。右下のタブのうち、左側のアニムプレビューのタブですね。こちらを選択すると、プレビュー用に変数を設定することができます。その中のデフォルトの値に Moving の変数がありますね。ここで Moving の変数の値を設定することができますが、ここで変更する値はあくまでプレビュー用の値になりますので、こちらに保存されている元々の変数の値には影響を与えません。では、アニメプレビューの中から、この Moving のチェックを入れてみましょう。すると、プレビュー画面で敵キャラクターが歩くアニメーションが再生されたことと思います。
では、この Moving のチェックを外すと、今度は立ち止まりますね。条件分岐。こちらで設定したアニメーションの条件分岐による遷移がうまく機能していることが確認できると思います。では、他のアニメーション